インスピレーション、なぜそんなに早く行ったの？見たいインスピレーションない。誰もいないべき部屋に、今日もただ、テレビの音だけが空虚に響き渡っています。窓の外は、もうとっくに夜の闇に飲み込まれ、街の喧騒も遠のいてしまいました。蜂蜜出てきた。あなたが来ました。かつては、この部屋にもただいまという声があり、おかえりという温かな返事がありました。しかし、あの日以来、私の世界からは声という名の色彩が消えてしまったのです。しんと静まり返った部屋の空気は、まるで岩の刃物のように、私の肌を冷たくさしてきます。その鋭い沈黙に耐えられず、私はまた、無意識にリモコンへと手を伸ばします。画面の中で笑う見知らぬ人々の声。その賑やかさが、この底なしの孤独をほんの少しだけ紛らわせてくれるような気がするからなのです。もし、このテレビの音まで消してしまったら、私は自分がこの世から消えてしまうのではないかという、えも言われぬ恐怖に襲われるのです。あなたが去ってからというもの、この家はまるで呼吸を止めてしまったかのようです。二人でいた頃は、あんなに賑やかだったリビングが、今では耳が痛くなるほどの静寂に包まれています。ふと気づくと、台所の冷蔵庫が低くうなる音や、壁にかかった時計の針が刻むカチカチという音だけが、不気味なほど大きく響いてくるのです。かつては、あなたの鼻歌や、新聞をめくる音、お茶をすする音が、そのすべてを優しく打ち消してくれていたのに、今の私にとって、この無機質な機械の音は、あなたがもうここにいないことを突きつける残酷な通知音でしかありません。あまりの静けさに自分の鼓動さえのが他人事のように聞こえてくる。その音が怖くて、私は逃げるようにテレビをつけ、ボリュームを上げます。意味のないバラエティ番組の笑い声が冷え切った空気を無理やり震わせるとき、ようやく私は自分がまだこの世界につなぎ止められているのだと安堵のため息をつくのです。テレビの中で仲睦まじく笑い合う老夫婦の姿が映し出されています。おいしいねと微笑み合うその光景は、かつての私たちそのものでした。不意に、隣にあなたのぬくもりを探してしまう。しかし、指先に触れるのは冷たいソファの生地だけなのです。画面から流れる賑やかなグルメ番組の音さえも、今の私には遠い異国の物語のように聞こえてきます。あなたがよく作ってくれた味噌汁の匂い。夕食の準備をしながら口ずさんでいたメロディー。それらが、この液晶画面の向こう側に閉じ込められてしまったかのような錯覚に陥るのです。ねえ、あなたもそう思うでしょう。思わず口をついて出た言葉は、誰に届くこともなく、ただテレビの音にかき消されていくだけ。それでも、私はテレビを消すことができません。この音を消してしまったら、あなたとの思い出という最後の手がかりさえも、永遠に失われてしまうような気がしてならないからなのです。深夜2時、世界中の灯が消え、
息と強いてるものが深い眠りにつく刻々。それでも私の部屋のテレビだけは、青白い光を放ちながら、躍動するように明滅を繰り返しています。画面の向こうでは、深夜のニュースキャスターが淡々と事件を語り、あるいは古びた映画の再放送が過ぎ去った時代の喧騒を映し出しています。正直に言えば、内容なんてどうでもいいのです。ただ、誰かの声がこの冷え切った6畳間に響いているということ。その事実だけが私をこの現世写し世につなぎ止めている唯一の細い糸なのです。もし今、この電源を切ってしまったら、この深い闇と沈黙に飲み込まれて、私の存在そのものが塵のように消えてなくなってしまうのではないか。アッシュママとここにいます。生きている言葉です。私はまだここにいます。まだ生きているのです。そう誰かに叫びたいを、私はボリュームをもう一つ上げることで、必死に抑え込むのです。頬を伝う涙が、テレビの光に反射して、一瞬だけキラリと虚しか輝きました。窓の隙間から、容赦なく朝の光が差し込んできます。テレビは相変わらず、朝のワイドショーの軽快な音楽を鳴らし、世の中の動きを慌ただしく伝えています。画面の中では、若者たちが流行りの店を紹介し、政治家が声高に未来を論じている。けれど、その熱狂も、その地号も、この部屋の敷居をまたいで入ってくることはありません。台所に立っても、作るべき朝食は一人分。箸を並べる音さえも、孤独という名の重し重しとなって、私の肩に重くのしかかります。たまに外から聞こえてくる子供たちの笑い声や、近所の人の話し声が、まるで別世界の出来事のように遠く感じられるのです。ああ、私はもう、あの賑やかな流れの中には戻れないのだ。そう痛感するたびに、私はまた、テレビのボリュームを少しだけ上げてしまいます。現実の沈黙に押しつぶされないように、虚構の賑やかさで心の隙間を埋め尽くす。それが今の私にできる精一杯の抵抗なのです。そんなある日のことでした。ふとした拍子に停電が起き、家中の音がいっぺんに消えてしまったのです。あんなに頼りにしていたテレビの画面が暗転し、部屋は本当の静寂に包まれました。最初は心臓が止まるほどの不安に襲われました。またあの暗闇に戻るのかと。しかし暗闇の中でじっとしていると今まで聞こえなかった音が耳に届き始めたのです。窓を叩く優しい雨の音、遠くで鳴く鳥の声、そして自分の胸の奥で刻まれている静かで姿しかな鼓動。テレビの騒音に隠されていたのは、私自身の声の音だったのかもしれません。私はふとリモコンを置きました。電気が復旧しても、すぐにはテレビをつけませんでした。沈黙静けさは、ただ寂しいだけのものではない。それは、あなたが残してくれたこの時間と、私自身の心に向き合うための大切な儀式だったのだと気づいたのです。
一人であることは決して無になることではない。この静けさの中で、私はようやくあなたと心ゆくまで対話できるようになったのかもしれません。愛愛しきあなたへ。これまで恥ずかしいほど大きな音でテレビをつけ続けていた私をどうか笑わないでください。本当はわかっていたのです。テレビの音をどんなに大きくしてもあなたの声の代わりにはならないということを。私はただ、あなたがいないと唯一が性的になって私を押しつぶすのが怖かっただけです。私はただ、あなたがいないという事実が静寂となって私を押しつぶすのが怖かっただけなのです。賑やかなバラエティ番組に紛れて、あなたとの思い出が薄れていくのを待っていたのかもしれません。けれど、今日、私はようやくそのテレビを消しました。そして、この静かな空気の中に、あなたの気配がずっと漂っていたことに気づいたのです。お茶を入れる時の湯気の揺らぎ、窓辺をかすめる風の音、そのすべてに、あなたが宿っていました。テレビの音を消して初めて、あなたの優しいおやすみという声が心の中で響いたような気がします。もう騒がしい画面に頼る必要はありません。これからはこの豊かな沈黙の中であなたと思い出を語り合いながら生きていこうと思います。待っていてくださいね。いつか私の2英知の音が止まるその日まで。今、この映像を最後まで見てくださっているあなたも、もしかしたら、暗い部屋で一人、テレビの音に耳を傾けているのかもしれません。その孤独をどうか恥じないでください。大切な人を思い、その欠落をうずめようとするあなたの心は、それほどまでに優しく、深い愛に満ちている証なのですから。もし、あなたの隣に今、誰かの息遣いが聞こえるのなら、その音をどうか宝物のように大切にしてください。当たり前だと思っていたその音こそが、人生で最も美しく、二度と戻らない奇跡の調べなのです。一人でテレビを見ている夜も、あなたは決して一人ではありません。画面の向こう側には、同じ痛みを知り、同じ夜を越えようとしている私たちがいます。今日という日が、あなたにとって少しでも穏やかな夜になりますように。この場所が、あなたの傷ついた心によりそう小さなともしびになれば、これ以上の幸せはありません。もしこの物語があなたの心に少しでも届いたなら、チャンネル登録といいねで、あなたの存在を教えてください。あなたのその小さな反応が、次の一歩を刻む私の大きな力になります。それでは、また次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。今日も最後まで一緒にいただきありがとうございますね。これからも夕暮れの時間を。はい、一緒に笑いし、一緒に歩いていく仲間として共感できる話をお伝えします。